皆さんこんにちは。リオンです。今日はモモンガコートを作りたいと思います。今すぐ欲しいモモンガコートです。でこの動画を見てなんか面白そう、ワクワクとか、ちょっとずっと見たいなとか、なんか良さそうと思ったら、もう今そこポチポチポチっとチャンネル登録よろしくお願いいたします。高評価もまだ見てないけど、よかったらそこポチッとつけといていただけると嬉しいです。今回モモンガコートやるんですけど、この他に羽織みたいな洋服でも着れるみたいなコートをちょっと考えてみました。羽織コートを考えてみました。で第3弾できるかどうかわかんないけど、真冬でも着れるようにフェイクファーの生地も買ってきましたんで、フェイクファーの生地で羽織コートをするかモモンガコートをするかはちょっと作ってみてから、1番2番を作ってみてから考えたいと思います。今日は一番簡単モモンガコートを始めます。なんでかっていうと、最近着物夢中で着ててカジュアルに着てるんですけど、春とか秋とか夏は着る羽織、薄手の羽織とか、夏は羽織いらないからあるんですけど、これからどんどん寒くなってきて冬になってきました。で道行きコートとか昔買ってもらったやつがあるんですけど、なかなか訪問着の上に着るような道行きコートでカジュアルにお出かけする着物には全く合わないんですね。かといってなんか羽織をって思うと、やっぱりカジュアルに着たいので、お洋服でも着物でも着れるような今日はモモンガコートを作りたいと思います。でなんかいいのないかなと思って大好きな生地屋さんに行ったら、見て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 、ほら関西人の血が騒ぐでしょ、ヒョウ柄あったんですよ。ヒョウ柄布買いました。なんとこれイタリー製ですセールやったんですけどね、有無を言わさずこれ買っちまいました。多分これニット生地というのに、私もあまり詳しくないんですけど、ニット生地ってジャージとかトレーナーとか T シャツとかカットソーとかのこういう生地のことをニット生地っていうらしいんですけど、これ毛布みたいなんですけど、こう伸び伸びするからそうやと思うんですけど、もしかしたら普通のミシンで直線難しいかもしれないんですよね。だいたいこういうやつってロックミシンとかでできてるんですよ。だからちょっと普通のミシンでやってみて、難しそうだったらロックで仕上げます。でジグザグミシンの代わりに今日は端をロックミシンかけていきますけど、とりあえず基本普通のミシンで縫う状態で作っていってみたいと思います。モモンガコートめっちゃ簡単で可愛いね。でサイズの説明はこちら。今すぐ欲しいモモンガコートです。今日用意するものは140センチ ×100 センチの布です。ダブル幅のものとか剥ぎ合わせてこのサイズを作っても OK です。こういう長方形ですね。大きいですよ。140×150 センチ、ここは 80×100 センチです。今日はだいたい150センチの110センチで作ります。では布をカットしてこの大きさを用意してください。カットできましたら、この短い方をジグザグミシンかロックミシンかけてほつけないようにしといてください。この上下のところは1センチの三つ折りにして縫っておきます。それができましたら、ここの中心のところからこのように2つ折りにしてください。そうするとこんな感じになると思います。2つ折りにしましたら、これ中表ね。からこっち中表中表に折ります。そうしましたら、ここの輪から18センチ開けたところを1センチの縫い代で 1.5 でもいいです。下まで縫います。こちらも同じように18センチ開けて1センチから 1.5 の縫い代で下まで縫います。それができましたら、開いてミシンで押さえていきます。ここ縫ってないところもここと同じように 1.5 センチに折ってください。そしてそのままつなげてステッチぐるっとかけていきます。それで今日は出来上がりです簡単です。やってみましょう。はい、今回説明にもいろいろありましたけど、だいたい横幅はだいたい140から150ぐらいっていうのは、140から150っていうのはこっからここまでの
長さなんです。だから長い目が良かったら自分の身長で、長い目が良かったら私今日は150で作ります。手首のこの辺まで隠したいから。それで140センチだとこれぐらいくるぶこなんていうの、くるぶし違うよね、手首このゴリゴリのとこからちょっと短め140センチで、もっと短めにしたかったら130センチとか、ちょっとご自分の手の長さ測って、こうやった時の手の長さ測って、こっからここまでの長さで好きな長さが140から150っていうことです。でここの横ね、40から50っていうのはこの背中のとこからお尻のところの長さになります。今日は着物で帯なんかしてるってもうすっぽり隠れるぐらいにしたいので100でも十分なんですけど、この布地が110センチあるんですね、幅が。だから110センチまんま使おうかなとかちょっと思っています。じゃあ早速切っていきます。じゃあカットしていきます。この生地はダブル幅って言ってすごい大きいので、横幅が170センチありました。150センチぐらいにしようと思って今ちょっと測ったら145ぐらいがちょうど良かったかなということで25センチこれをカットすることにします。それでカッティングボードの上に平らに置いて、で一辺合わせてここの直線に合わせて、重し今日いらんかね、25センチ切ります。10、20、25。ねんだ、ドキドキしちゃう。10、20、25。はい。切ります。よいしょ。よいしょ。はい、切れました。シュポン。はい、切れました。なんかこれはこれで可愛いよね。腹巻き。スヌードかなんかできそうですね。はい、切れました。今日切るとこはここだけです。それで周りをジグザグミシンかロックミシンでぐるっと一周縫ってきます。ちょっとね耳のところケバケバやからこれちょっと良くないので、ここも切っちゃってロックミシンかけちゃいます。ちょっと長辺155センチの長辺のところだけ先に長辺のここのところだけ半分1センチから 1.5 センチに折って、でここ押さえてミシンかけていきます。別にこれ三つ折りでもいいんですけど、今回分厚くなってしまうので2つ折りでミシンかけて端っこを押さえて、これで端の始末とします。それができたらミシンしながらも説明しますが、こうやって中表に折ります。中表に折りますね。でここもロックミシンかジグザグミシンかかってるのよ。まだミシン部屋行ってないからやってないけどね。でこれ中表にこうやって長い方を横にして短い方を中表に折ります。でまっすぐ合わしてあげて、よいしょね、よいしょ。そしたらここから18センチ開けて18センチ開けて、ここを1センチから 1.5 センチの縫い代で下まで縫って返し縫い、こっちも返し縫いします。そしてそれができたらこう開けてこう縫ったところをこう割ってあげて、でここを押さえてくるっと今18センチ開けたところをミシンをかけて袖の始末となります。わかる？図入れとくんでそれ見ながらやっていきましょう。ではこのままミシン部屋に行きたいと思います。はい、ミシンの部屋来ました。そうしたらまずこの大きい布をジグザグミシン、私はロックミシンだけどかけていきたいと思います。でここねジグザグミシンかけていきます。よし、カモン。今日ひたすらね距離は長いですけど縫うだけ。今ここ一番ぶっちょいのにしようか。一番ぶっちょいので普通ロックで普通ぐらいのサイズでいきます。こんな感じ。でも試し縫いしてみた方がいいよね。普通のミシンかかるから。それ大事だよね。じゃあやってみます。はい、縫えたよ。でかい、長い。これ長いとこと短いとこ間違えないようにしなきゃね。
でこっちの長い方を端っこ始末していくよ。1.5 から1じゃあ両サイドジグザグミシンができました。じゃあ上と下をやっぱり三つ折りにしようかな。なんでかっていうと、外から見えたらね、縫っぱなしちゃったら恥ずかしいから、この上下長い方は三つ折りにすることにします。襟のとことかピロッとさ、外から見えたらかっこ悪いもんね。1センチの三つ折りです。よいしょ。思ったよりミシン上手にかかったね。もっとこう糸がつれたり引っ張って切れたりするかなと思ったけど、縫いやすい生地でしたね。でこうやってトゥルトゥルっとこの辺遠いところで三つ折りにして、で押さえてあるところからこう目を切れてこうやって整えてあげると同じ幅になります。で縫っていきます。で端っこミシンね、ゆっくりでいいから綺麗にやっていくよ。いやーできたよー。結局三つ折りにしたんだけど、どうなんか超かわいい。綺麗に縫えた。これ長いとこね。長いとこ綺麗に縫えました。じゃあこれを2つに折るよ。こことここ合わせて2つ折り。よし、はい、2つに折れました。ずれないように待ち針とかピンチで留めて、よいしょとよいしょと。それで上から18センチ開けて、上から18センチここね、18センチここです。じゃあ18センチ開けて、ここから18センチはここから下まで1センチの縫い代で縫っていきます。こっちから行った方が、ここ揃えてこっちから行こうか。そうしたら綺麗にピチに縫えるから、ここまで縫っていきます。これを両方します。これと反対側もね、やっていきましょう。この生地ね、縫いやすい、すごく。とってもいい子ちゃん。でここ生地揃ってる方が可愛いので、こっちから合わせてやっていくよ。きり合わせて、生地大きいからね。よいしょ。上に乗っけとかないとずれちゃうよ。もちろん返し縫いやって縫っていくよ。はい、縫えました。見てもらいましょう。ここ開いてるよ。そうしたらこれ開けます。開いて、このままここ延長で開いて、両方をここね、ぷかぷか浮いちゃうから、押さえミシン、端っこでここ押さえのミシンかけていくよ。こっちも押さえのミシンかけていくよ。そしたらここ開いて、延長でこのまま押さえのミシン、ここね、開いたところ、横向けたらここ開いたところ、ここミシン縫ってあるとこ、このまま折って、このまま延長でここも端ミシンぐるーっと一周かけていきます。こうやって開いてあげて、で針落として、ほら来た。ここね、こうやって延長で、ちょっと上かな。延長で押さえて、でぐるっと縫います。できたもう今日はできちゃったよはい、できました。じゃあ早速着てみようと思います。はい、できました今日めっちゃ簡単やったでしょ時間も短いと思う。簡単やね。それでできたの、こんな細長い四角いのできました。どうなってるかっていうと、大きいのを半分輪っかにして2つ折りにして、ここを18センチ開けてここ縫ってあるだけです。じゃあ着てみます。
上下関係ないよ。よいしょっと。ふれ。で今日はちょっと長い目にしたから手もこんな感じで長い目です。で後ろはこんな感じです。今日はお洋服で着てますけど、お着物のもどっかに移せたらいいな移るかなと思います。でこのまま着ててもいいんですけど、こうずってきて嫌そう、ずってきそうとか、ここ寒いとかっていう時はグッと寄せてあげて、お手持ちのブローチかなんか大きいのでよいしょ、ぐしゃぐっさり刺して、こんな感じで着たらどうでしょう。可愛いと思う。もっと上でやったらもっと可愛いかな。あったかい。毛布着てるみたい。まあ毛布みたいやもんね。でここね、後ろ長い上やったらこうやっていっぱいドレープ取ってあげて、でこの上の方でこんな感じに着たら可愛いと思います。すごいあったかい。これ超あったかい。で長さもここにいっぱい持ってきたら短くなるし、いい感じじゃない？すごい簡単でしょ。そしてこのヒョウ柄が関西人の血が騒ぎますね。めっちゃあったかいです。でこういう感じだからお袖あっても大丈夫でしょこれで秋口から冬の寒くなる時期にパパッとお洋服でも着物でも羽織っていただけるモモンガコートができました。こうモモンガみたいやからねモモンガコートができましためっちゃあったかい。めっちゃ可愛い。超嬉しい。これ別にこういう素材じゃなくても 100×140 ぐらいの長方形になったらレースの素材でもいいし、あと着物剥ぎ合わせた素材でもいいし、どんな素材でもいいと思います。簡単なのでぜひ一度やってみてください。この動画を見てよかったねとか、頑張ったね、全然頑張ってない今日いいねとか思ったらチャンネル登録や高評価していただけると嬉しいです。今回は簡単なので型紙配布もないねでこれできたから次は羽織コートにチャレンジしてみたいと思います。この次の動画かどうか分からへんけど、そのうちに羽織コート、着物でもカジュアルでも着れるような羽織コートを考えてみたいと思います。うまいこと言ったらいいなと思います。チャンネル登録していただけるとお知らせが届きますので、この機会にぜひやってみてください。今日も楽しく作ったリアンでした。ありがとうございます。バイバーイ。